はい、皆様こんにちは。シングルシンガポールライフですが、今回はですね、ノルウェーに買い付けに行きますけども、その際にね、利用しました、中東御三家の一つですね、エティハド航空のビジネスクラスの模様をね、お届けしようと思います。で、こちらはチャンギ空港の、ターミナル2ですね。 T2 ということになっております。T2 に、エティハド航空のねチェックインカウンターがあるんですけども、ちょっと早く着いちゃったのかな。3時間前ぐらいに着いちゃったので、ほぼ人がいないみたいなね、感じになっておりますけども、ね、今もうプレチェックイン皆さんされてるので、あんまりね並ぶっていうことも、チャンギの場合はですけどね、少なくなってるなとは感じてるんですけどもね、あんまりストレス感じずにね、そのまま出国できるなっていうふうには思いますけどもね。T2 僕でも本当久しぶりなんですよね。最近ターミナル4もしくはターミナル1の利用が多かったので、本当久しぶりに来ましたけどね。はい。で、今回というか、エティハド航空のビジネスクラスおよびファーストクラスもここなのかなって感じですけども、少なくともね、エティハド航空を利用する際のラウンジはですね、アンバサダーラウンジというところになります。で、ここは多分エティハド専用ではないとは思いますけれどもね、何社か使ってるとは思いますけど、どちらかというとでもね、エティハド色というかアラブ色あるなっていうところなんかラウンジだったので、専用ラウンジではないんですけど、なんかエティハド利用の人が多いのかななんてちょっと思っちゃいましたけどね。はい。で、これ食べ物ね、これはバターチキンカリーですね。僕が唯一インドのカレーで食べれるバターチキンがあったりとか、これは魚のレモンソースかなんかと炒め野菜みたいなやつでしたけど、食べ物の種類はね、やっぱりなんて言うんでしょうね、 S q のラウンジには負けたりとかで、その質ですね、質に関しては、去年2024年の8月にエミレーツ乗ったんですけど、やっぱエミレーツのねラウンジは食べ物の種類も豊富だったんですけど、質がすごい良かったので、そこよりはねやっぱちょっと落ちるなというのは正直ありましたけど、でもね一つ一つ結構美味しかったですし、ヌードルバーもちゃんとあったりとかしましたんでね、内容としては結構十分なんじゃないかなと思います。で、これ私が取ってきたものなんですけどね、なんか豆腐の炒め煮みたいなやつとかね、鶏が結構多いですけどね、バターチキンと鶏のあんかけみたいな、なんて言うんでしょうね、こういう料理ちょっと分かんないですけど、そういうのがあったりとかで、味もね全然 OK でした。はい。全く問題なくて、例えばプライベートラウンジであればキャセのプライベートラウンジとかも利用しましたけど、そこよりは全然こっちの方が食事に関してね、内容が良かったなと思いますね。十分な内容じゃないですかね。はい。お酒はいつも通りジントニックを飲んでますけどもね、もう結構なんかアンバサダーラウンジっていうのがですね、他のターミナルにもあって、で以前どこちょっと忘れちゃったんですけどね、中国の航空会社で利用した時かな、ちょっと行ったことがあって、その時はもう食べ物はないわ狭いわで、ちょっと僕最初ねラウンジ利用券もらった時って思っちゃったんですけど、このターミナル2のアンバサダーラウンジは良かったですね。はい。で、これ今食べてるのがですね、ポークチャップならぬチキンチャップって書いてあったというような気がするんですけど、簡単に言うと鶏の照り焼きだったんですけど、これホットメニューで美味しかったですね。で、タバコを吸う私としてはですね、この喫煙所は
私の理想に近いというかほぼ理想なんですけど、ラウンジから直通で屋外にあるっていうね、これ僕の中で喫煙所最高なんですよね。まあタバコ吸わない方にとってはどうでもいい話でしょうけどね。はい、いい喫煙所でした。でこれは何を撮ってるのかな。ですね、2回目のあれですね、美味しかったものをおかわりみたいな感じなんですけど、なんかチキンの中華風のあんかけの代わりにブラックペッパーで炒めた手羽先に変わってましたけどね、これもそこそこ美味しかったです。十分満足できるラウンジの模様をお伝えしましたが、でいよいよね、搭乗前の手荷物検査、これがね僕はちょっとチャンギがね、この手荷物検査が直前にあるっていうのがあんまり得意じゃないというか好きじゃないんですけど、最後混み合うんで、ただ今回はビジネスだったので一応プライオリティレーンみたいになってて比較的ねスムースでしたけどもね。はい。で今回乗る飛行機はエティハド航空 EY499 の、エアバス380-800ですね。はい。これまた久しぶりのね A380 ですけどもね、やっぱでかいですよね。はい。もう2階席全部ビジネスなので、大きいんですけど、で、今回ね僕は初体験です、こういうのはっていう感じなんですけど、この A380 とかでは結構あるというか、例えばブリティッシュとかもなんか僕の中ではそういう席あるなっていうのは思ってたんですけど、進行方向に背を向けて座る席ですね、要は後ろ向いて座るみたいな席がありまして、エティハドもそういう設定になってまして、で今回初トライという感じでね、その後ろ向きで乗ってみようみたいな感じの席を取ったんですけどね、果たしてどんなものなのかなというのもお伝えしていくんですけど、ただですね、チケットをねエティハドで直でエティハド航空のサイトから取ったんですけど、進行方向を向いて座る席は埋まってるっていうのも確かにあるんですけど、全部追加料金なんですよねはい。で後ろ向きの席は確かフリーで行けたんじゃないかな、チャージ取られないんじゃなかったかなと思いますけどね。後ろ向きの席も前の方だったらもしかしたら取られるのかもしれないんですけど、ただねこうチェックインの時でさえ進行方向向かって座る席はお金かかるんですよ。チャージ取られちゃうんですよね、アディショナルで取られちゃうんで、それもどうみたいな感じではありましたけどね。小市民がビジネスクラス乗るとね、そういうケチケチしたね感じで印象を持っちゃうおっさんなんですけどね、文句言うなよっていう話ですけどね。そんなこんなでチェックインの時思いながら、ただもうほんと2階席の一番後ろですね、今回僕が取ったのが25の H というね一番後ろの窓側でこうやって逆向きに座るってやつですね。はい。その席を手配しましたけどね、スペースとかそういうのに関して座席のスペースはね普通通りだったんですけど、このね手荷物入れのね多分これ後ろの席だったからだと思うんですけど、手荷物入れの幅が違ったんですよ。席の真上のとことその通路挟んだ上の手荷物入れのスペースの幅が全然違ったので、それちょっとびっくりしましたけどね。多分一番後ろだからそんな感じになってるんでしょうけどね、ちょっと狭かったです。はい。でシャンパン飲みながら、いろいろとメニューを見ておりますけどもね、ちょっとね焦点が合ってないぞみたいなね、何書いてるか結局全然画像ではもうわからないっていう感じなんですけどね、本当さすが中東御三家っていう感じでして、いろいろ置いてましたね。はい。
で、7時間半ぐらいのフライトなんですけど、機内食は2回出ますよっていうのと、その機内食以外にもねいつでも提供しますっていうのが載ってて、サンドイッチですとか、そういうのが載ってたりね、お酒の種類も当然豊富ということでね、さすがですね、さすがだなというような感じはしましたけどね。はい。で今からお見せするのがそのアメニティというか毛布ですね。肌触り良かったですし、でこれアメニティ入れですね。これブランドがねおそらくありますありますって変なね伝え方ですけども、ブランドもんでした。なんとかバーチかなんかいうやつですね。ど忘れしちゃいましたけどのマークが入ってたんじゃないかなと思いますね。ブランド力で言うとやっぱりエミレーツはねブルガリですねやっと思い出しましたけどブルガリだったので、また日常的に使いやすいデザインっていうのもブルガリの方がデザイン的にはちょっと使いやすかったなと思いますね。はい。で今回ねオスロというかノルウェーに仕事行くんですけど、パリまでエティハド航空に乗るんでね、また違う動画でお見せできると思います。違う便はね、お見せできると思いますが、で残念だったのがスリッパが小さすぎるっていうね、全然かかと出ちゃってたよっていう感じですけどね。そんなこんなでね、機内の、安全ビデオですね。安全ビデオの、が流れておりますけども、ちょっとね遅れるのかな、乗り込みっていうかね搭乗が遅れてたので遅れるのかなと思ったらそうでもなかったですね。10分遅れぐらいでこの大きな飛行機2,30 分でねもう搭乗完了みたいな感じだったので結構比較的ねスムースでしたけどね。で、タクシングに入りましたということで、逆向きに座っております。で逆向きに座りながらの巨大飛行機のこれね話中座しますけどちょっと一瞬映ったこのビジネスに私は乗りたい。まだ乗ったことがないんですよね。747ですね。これですね。チャンギだと、フランクフルトですね。フランクフルト、シンガポール、ルフトハンザだけじゃなかったかなと思います。おそらく乗れる機会も早めに乗った方がいいですよね。747の場合はねいつ飛ばさなくなるかちょっと分かんないんでね、早めに乗りたいなとは思いますが、今回はねエティハドが安かったんでそっちを選んだというただその理由だけでエティハドを選んだんですけどね。てなわけでねその逆向きタクシングの時はねそんなに違和感は感じませんが飛行機が大きいっていうのもあって非常に携帯で外撮るのがすごくもうめんどくさいみたいなのは思いましたけど、角度的な問題もあってね思いましたけどもそれぐらいで別になんちゃないよみたいなねこんな感じになっちゃうんですよね。本当難しいって望遠しないとなかなかねちょっと難しいみたいな感じになりましたが、いよいよね出発となります。
傾いてて、でこうねわー落ちそうぐらい傾かないので、そのなんか酔うとかそういう傾きでもないですし、そんなに違和感もなかったかなと思うんですけどね。でこれ離陸した後、ここ収納あったんだみたいなのを見つけましたけど、収納はですね、エミレーツの A380 よりも少ないです。要はエミレーツの380って、ね、収納いっぱいあったと思うんで、それに比べるとちょっと収納はそんなに多くなかったかなと思うんですけどね。はい、でですね、離陸してもう間もなくすると機内食の時間でございまして、シャンパンと、ミックスナッツですね。ちゃんとね温められてました。ナッツがね温かかったですね。シャンパンいつも飲みますけど、正直エミレーツはねモエシャンドン出してて、でエティハドのシャンパンはどうなのみたいな感じですけど、そんなに私分かりません分かりませんが、実はモエシャンドン別にそんなに美味しいと僕思ってない。僕のにはねそんなに合わないことはないんですけど、なんかエティハドのシャンパンの方が僕は好きだなとは思いましたが、でこれ何やってるかっていうと、こんなとこにライトがあるなとかですね、機内食食べる時のテーブルがね見当たらなかったんですね。であれいいと思って、でもなんかこれ怪しいですよね。どうしてもなんかあれっていう感じだったんですね。みたいな、これかみたいな感じでねやってるんですけど、結果強く押せってことでしたね。押しが足りなかったね。で強く押すとこの大きなテーブルが出てきましたけどね。なんか夜の飛行のフライトなので、なんかこう暗いながらもちょっとこういい雰囲気にね動画映ってんじゃないかなと思うんですけど、でこうライトをつけるとこれぐらい明るくなるんですね。お楽しみの機内食ということで、やっぱりアラブ系ね、中東の、航空会社です。で前菜はアラビアンメッセっていうんですかね、メッツェっていうんですかね、ちょっと分かりませんけどもね、おっさんには分かりませんが、アラビア料理ですね。中東の前菜っていうんですかね、が出てきましたけどもね、エミレーツで食べてたので、ある程度予測はできましたし、結構僕これ好きなんですよね。このひよこ豆のペーストのやつとかですね、結構好きなんですけど、でこれナイフにちゃんとエティハドのマーク入ってるんですよね、ちゃんとね。こういう細かいところ結構好きですね。さすがだなと思いますけどね。はい。でいかんせんいまいち食べ方が分かってない私ですので、おっさんはですね食べ方がいまいち分かんないですね。パンにつけりゃいいのかなみたいな感じには思うんですけど、でもちょっとひよこ豆のペーストね、これ結構僕好きなんですよね。少しクミンかなんか入ってますよね。ちょっとカレーを感じるような入ってると思うんですけど、でサラダですね、無難です。で個人的に言わせてもらうと、バルサミコ酢のドレッシングそんなに得意ではないですね。やっぱ日本のドレッシングすごいなと思うんですけど、はい。でも野菜自体は美味しかったですね。でこの葉っぱで巻かれたやつって多分ですね、ほんとメジャーな前菜だと思います。多分これ自体に確か名前があったと思うんですけど、結構えぐい味がしましたね。葉っぱが結構その主張が結構強かったですけどね。はい。で一回携帯のライトつけてやってみようかなと思ったら明るすぎてやめちゃったみたいな感じになりましたが、バターつけて食べたりとか、いろいろトライ
してみようかな、これから。でこれもなんて言えばいいんですかね、前菜、結局葉っぱというか、もうご存知の方はね、もう本当コメントに載せていただきたい、これなんとかって言うんですよみたいなことをね載せていただきたいなとは思うんですけど、全体的になんて言うんですかね、塩味があんまりないですよね。アラビア料理といいますか、しつこくないですよね。本当体にいいんだろうな、これぐらいの塩味がいいんだろうなっていう塩味なんですよね。塩気がそんなに感じないので、パンチねえなって思われる人もいるかもしれないですけど、多分もう体にはこれいいと思いますね。お豆のペーストになんかね、その野菜切り刻んでちょっとなんかあえたやつみたいなものだったりとかで、塩気が控えめなので、体にはすごくいいんじゃないかなって思える料理ですね。僕は例えば UAE ですとか、そのアラビアの国でちゃんと食べたことがないので、機内食でしか食べたことがない、ラウンジでしか食べたことがないので、なかなか美味しいなみたいなのはね、本物みたいなのを食べたことがありますけど、でもね、このビジネスクラスの機内食で十分味わえるなとは思ってますけどね。はい、でメインは、ステーキにしました。牛フィレ肉のステーキですね。はい、ちゃんとミディアムに、仕上がってましたね。はい、焼きすぎとは思いませんでした。ただ肉はね、僕は海外行った時は赤身のこれがステーキだみたいなのが好きなので、日本のね霜降りの柔らかいやつとかジューシーなやつみたいなのよりは、海外で食べるステーキは僕こっちの方が好きなので、美味しかったです、ステーキ。はい、ちょうど良い焼き加減ですごく良かったと思います。ボリュームもすごくありましたね。でこのデザートがタルトなんですけど、キャビンアテンダントさん CA さんおすすめでした。アーモンドタルトで、上に乗ってるのはマスカルポーネチーズですね。はい、で甘いです。確かに甘いんですけど、もうこれに合うのはもうコーヒーしかないなみたいなぐらいのちょっと甘いなーって感じるやつでしたけど、でもなんか僕は結構好きでした。甘いながらもこのマスカルポーネチーズと一緒に食べると、結構美味しかったですね。でコーヒーに合うので、日頃ねあんまりコーヒー飲まないんですけど、デザート食べるっていうかケーキとか食べる時だけでコーヒーと合わせたりするんですけど、これはこれでね美味しかったですね。はい、てなわけでですね、これが1回目の機内食というような感じですけどね、十分満足させていただきました。はい、特にステーキがね結構思ったよりもボリュームがあってね、お腹いっぱいになる機内食でしたけどもね。で今のがねディナー扱いでしょうね、今のはね。で次出てくるのが多分朝食扱いとなると思いますが、その前にね一回ちょっと仮眠取ろうということで、ベッドにしたんですけど、ちょっとね足元が若干狭いなとは感じました。足、オットマンですね、男は若干狭いかなっていうのは感じちゃいましたけどね。はい、でですね、おっとって感じなんですけど、ものすごい訂正が今更ありまして、ちょっと私勘違いしてまして、シンガポールアブダビは機内食1回ですね。1回というか、いつでも食べれるやつをね、オーダーすればそれは持ってきてくれるんですけど、ディナーとブレックファストみたいな感じではないっていうことですね。今更ですね、もうアブダビの景色が見えてきた時に次の便と完全に勘違いしてましたね。次の便はもう2回食べたんですけど、この深夜便は1回でしたね。大変申し訳ございません。機内食は先ほどお伝えしたのがディナー扱いで1回となっておりますので、よろしくお願いします。てなわけでね、アブダビ初めて眺める街並みですね。綺麗な夜景が見えておりますけども、
高騰しておりますね。現地時間でおそらく夜12時過ぎだったと思うんですけどね、高々と輝いておりましたが、アブダビに到着いたします。したんですけど、ご覧のように振動がすごかったですね。意外に振動がすごくてびっくりしました。もうカメラブレブレというか、もう揺れまくってましたね。機内が揺れまくってましたが、無事到着ということで、初めてね乗りまして搭乗させてもらって、エティハド航空ビジネスクラスですね。7時間ちょっとのフライト、深夜便なのでね、どうしても寝る時間が多かったりしたんですけど、初めて逆向きに乗ってみたっていうのもねありましたが、往々にして例えばシンガポールのラウンジも含めて良かったなと思います。で、今回ね何が良かったかと言いますと、やっぱコスパが高かったですね。チケット手配したのがもう出発の 3,4 日前だったんですね。でもう高いチケットしか残ってない中で、安いのだとね移動時間が48時間ぐらいかかるとかですね、30時間以上はもうかかるとか、そういうのしか残ってなくて、でエティハド航空はオスロまで行くんですけど、パリまで十何時間で行けてみたいな、17、8時間で行けてみたいな感じだったので、それはそれでねコスパが非常に高い、移動距離が、移動時間ですねが短くて、なおかつ値段もそんな、高くなくて、機内のサービス、ラウンジサービスもねレベルが高いということで、非常にコスパが良いと感じましたね。次回はですねアブダビからパリの、エティハド航空ビジネスクラスの模様をお届けしたいと思います。今回もご視聴誠にありがとうございました。